サイモン、クー、ダ、ウール、メント、サイモン。サイモン。サイモン、地球温暖化は今のままいけばどうなるの？このまま？今のまま？今のままいけばほとんどの人間は死ぬ。冗談でしょ？いいえ、冗談ではない。大げさでもない。私の、もちろん限られている判断だけど、これはマジあり得る。このように突然言うのは気まずいけど、地球温暖化はこのまま進めば、さっきの表を見て、ほとんどの人間は死ぬしか考えられないんですよ。しかも、遥か彼方の未来ではなくて、これから数十年以内に、遅くても20世紀が終わる前に。理屈は簡単。地球温暖化によって異常気象が増えてる。異常気象は熱と干ばつが逆に浸水で植物を滅ぼす。研究によって地球の平均温度は1度上がると収穫はだいたい 10% 減る。というと、地球の平均温度が10度上がったら、植物、つまり食べ物が0になるってこと？具体的に恐れていること一つは、異常気象によって世界の主な穀倉地帯が全て不作になること。アメリカ、ロシア、中国の収穫が同時に失敗することはありえなくはない。で、地球温暖化が進めば進むほど、その危険性が強まる。不作になって食べ物が足りなくなったら、人が飢える。飢えてる人はそのまま言っといて、死ぬまで待つわけはない。移動するんですよ。食べ物がある場所に移動していく。大勢の人が移動すると難民と呼ぶ。いわゆる難民問題になってしまう。で、移動する人が増えれば増えるほど暴動や戦争につながっていく。しかも、あと一つの大事なポイントがある。これは将来の話ではない。今の話です。現在、今日、気象変動によって収穫が失敗したから、戦争に陥ったシリアから生きてる人たちはいる。彼らは地中海を渡ろうと、だいぶ定員オーバーの船に乗って、その船は転覆して、溺れている人が毎日出てる。しかも、なんでこんなに危ない船で？ヨーロッパの政府は、戦争から逃げてるなのに、合法で入れてくれないから。なんで入れてくれない？難民や移民をきっかけに、国家主義の政党は政権を握ってるから。私の国のイギリスはそう。EU 離脱問題の元は、この難民問題。アメリカのトランプ大統領もそう。メキシコとの境に壁立てたいのは、難民が入らないように。なんで難民が来る？様々な理由があるだけど、一つは気象変動。私はイギリスの新聞、ガーディアン紙のポッドキャスト聞いて、中米の農家の人とインタビューでは、雨が降らなくなってから農業ができなくなって、家族でアメリカに行こうとしてるとお父さんが語った。雨が降らないから、家族で移動。しかも、その危ない旅に。で、この移動によって権威的な政権が生まれてきている。今日も貧しい国で気象変動によって人が死んでる。将来の話ではない。それだけで動き出す理由になると思うけど、その苦しみは私たちにも来るんですよ。私たちの国はお金があるから乗り越えられるわけはない。日本はお金持ちなのに、西日本豪雨や台風19号に多くの人が苦しんで死者も出た。その2週間後に千葉がまた浸水したよ。また死者が出た。もちろん貧しい国だったら被害がさらに。ハリケーンドリアンはバハマ列島をほぼ滅ぼした。気象ショックがさらに大きくなると、私たちの国は対応できる力を超えていくに間違いない。しかも今は産業革命の前に比べて気温 1.1 度だけでこんなに被害。国連の気象変動に関する政府間パネル IPCC がこれ以上は世界で壊滅的な被害が出ると予想している 1.5 度上昇を2030年まで突破する見込みですよ。2040年は2度、2050年は3度、2070年は4度、6度、2100年は7度。覚えておいて、二酸化炭素の排出は今でも増えてるんですよ。増えれば、この結末になるしかない。地球温暖化はそこまでいけば、私たち人間はほとんど死ぬしかない。これは私の勝手な古代妄想ではない。これは気象変動の研究者の意見です。IPCC の警告書もあるんですけど、2019年11月5日に出版された研究者1万1000人が著名した記事によって、抜本的な対策取らなければ、計り知れない苦しみが来る。計り知れない苦しみ。どういうことかを具体的に言うと、例えば地球の平均温度はプラス4度になれば、暑くなって人間はこの黄色いの部分には住めなくなる。北半球はカナダ、ロシア、北ヨーロッパ、北極。北極って氷だろ。南半球はパタゴニア、南極は氷。
地球温暖化が進んだら氷が溶けちゃうよ。北極の氷が溶けちゃったら海しかないよ。しかも両方も半年太陽が昇らない。今その黄色い地域に住んでる人は移動するか死ぬか。でももちろんその地域に住んでる数億人のみんなは移動ができるわけはない。じゃあ、死ぬ。プラス4度の世界は。ヨハン・ロックストロム、ポツダム気候影響研究所所長がこう言った。4度地球の平均温度が上がったら、10億か、その半分の人々が生き残るのが難しくなる。現代的な生活をしている少数派の人々が生き残るが、間違いなくて不安定な、紛争が発達する世界。もちろん、これは将来の話だから予想です。将来だから確実にどうなるかって何とも言えない。でも、可能性はないと言い切れない。で、可能性さえあれば、対策した方がいいんじゃないの？だってシートベルトするのは、今日は事故るからシートベルトしようぜ。じゃなくて、今日は事故らないと言い切れないだから、念のためにシートベルトをする。念のため。安全第一。地球温暖化の影響で数億人が死ぬ可能性って現実にあるなら、なるべく対策するのは当たり前んじゃないの？なのに二酸化炭素の排出はまだ増えてる。ストレートに言い過ぎちゃって申し訳ないんだけど、このぐらい深刻な問題ですよ。現状のままいけば、この世紀、今から数十年以内に飢餓、災害、暴動でほとんどの人間は死ぬ可能性がある。私もその一人かもしれない。私の子供たちも、今スマホで見てるあんたもそうかもしれない。まあ、理論的に考えてみれば、私たちが住んでる日本はお金持ちの国だから、私たちは生き残る現代的な生活をしている少数派の中に入る確率は比較的に高いと思いますよ。それでいいんですか？ほとんどの人間は死ぬ。だけど私たちが生き残る。なんかタイタニックの映画のことを思い出す。もしくは Prepare to lower! Ready on the left! Take them down! 現状のままいけば、この最悪の結末に向かっていく。もし、現状のままいけば、まだ遅すぎない。今から脱炭素社会を作っていけば、その最悪の結末を避けることができる。希望がある。でも、時間の余りがない。だから、動き出すのは今。今日も見てくださってありがとうございました。私はサイモン。何よりも美しいうちの家族を、飢餓で死んでほしくないもん。でした。ごめんね。深刻な話。でも本気ですよ。動き出すのは今。だから動きましょうね。